全身ピンクの派手なやつ。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。ウミウシを見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。3月の下旬となり、少しずつ気温は暖かくなってきましたが、水はまだまだ冷たいので、今回もウェーダーを着て、水面から石をひっくり返しながら、ウミウシを探します。ひっくり返した石は、できる限り、元の状態に戻します。今回は、どんなウミウシが見つかるやろか。いました。これは、わかりやすいですね。石の下の方に、このシーズンには、いつも見つかるあいつがついています。これです。このシーズンには、いつもたくさんいてくれるので、ありがたいですね。緑アメフラシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、緑アメフラシです。春はアメフラシの仲間の数が、多くなるのですが、その中でも、一番多く見られるようになるのが、緑アメフラシです。この個体は、茶色っぽい色をしていますが、食べたものの状態によって、色が変化するようです。目玉模様の小さな斑点が、体中に散らばっているのが特徴です。緑アメフラシを見つけた後、撮影の前に、隣にあった石を、ついでにひっくり返してみたのですが、いました。これはさすがに、説明しなくても、わかりますね。真ん中あたりに、2匹並んで、くっついています。これです。ちなみに、こっちは、イソギンチャクです。この潮だまりの、石をひっくり返すと、毎回、何かついているんだよなぁ。天草アメフラシです。大きさは、30ミリくらい、小さめサイズの、天草アメフラシです。地味な印象を受けるアメフラシの仲間で、見分けるポイントが、わからなかったのですが、いろいろ調べてみたところ、うっすらと見えるシワみたいな模様が、見分けるポイントのようです。やっぱり、地味やな。図鑑を見ると、結構カラーバリエーションがあるようなので、やっぱり、シワみたいな模様で、見分ける必要が、あるみたいです。真鶴の磯は、大きなタイドプールができるので、ウミウシを探すルートを、決めています。同じ場所を探すことで、ウミウシの季節的な変化や、年によって見られる違いを、追うことができるようになります。このデータは、ある程度溜まっているので、近いうちに、動画にまとめて公開しますね。いました。10ミリ以下の小さなウミウシなので、画面上から探すのはかなり難しいと思います。石の真ん中より少し左下あたりにいるのですが、わかりますか？これです。このサイズのウミウシだと、マクロ撮影に弱い GoPro では、ちゃんとピントが合わないんだよな。サラームミのウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、サラームミのウミウシです。今シーズンは、前回の葉山でも、その前の真鶴でも見つけているので、例年よりも、よく見かけている印象です。
よく見かけてはいるのですが、毎回、10ミリに満たないくらいの大きさなので、見つけたときは、何ウミウシなんやろか、と、ワクワクしながら拡大して、なんだ、またサラームか、と、なっています。ウミウシ側は、がっかりされる筋合いは、ないんですけどね。少し場所を変えて、大きめの石が、たくさん重なっている場所に来ました。いました。白くて、ちょっと眩しいところにはいないので、探す必要はありません。石を握っている手のひらの真ん中あたりに白いウミウシがくっついています。これです。この辺を探すと、だいたいいつも見つかるやつです。乙女ウミウシです。大きさは15ミリくらい、よく見る大きさの乙女ウミウシです。真鶴のタイドプールでは、ほぼ毎回見つかるレギュラーメンバーの一つです。白い体に赤い触覚という磯の環境ではよく目立つ姿をしているので、小さめの個体でも目につきやすいと思います。真鶴で初めてウミウシを探す方は、まずは乙女ウミウシを探すのがいいと思います。だいぶ潮が引いてきたので、この辺りは海水がほとんどなくなっていますね。サガミミのウミウシがたくさんいるはずのエリアなので、探していれば、そのうち見つかるやろ。おー。なんか、ホヤの仲間がびっしりついとる石を掴んでしまいました。ヘンゲボヤという軍隊を作るホヤの仲間です。ホヤの話はマニアックになりすぎるのでやめておきます。横道にそれましたが、ウミウシ探しに戻ります。いました。画面の真ん中の岩陰に探していたサガミミのウミウシがいます。これです。取り出してみましょう。なんか、小さい石に似合わないくらい大きいやつがくっついていますね。サガミミのウミウシです。大きさは30ミリくらい、やや大きめのサガミミのウミウシです。全身ピンク色のド派手なウミウシです。乙女ウミウシと同じく、真鶴のタイドプールでは、ほぼ毎回見つかるレギュラーメンバーの一つです。ただ、今回のウミウシ探しでは、この1個体しか見つからなかったので、環境の変化があるのかもしれません。タイドプールの奥の方に移動します。風が強くなってきたので、水面がざわざわして探しにくくなっていますね。さらに風が強くなってきたら、早めに引き上げるかもしれません。この辺りは、結構いろいろな種類のウミウシが出てきた実績があります。手頃な大きさの石は少ないので、手当たり次第にひっくり返す感じで探します。いました。それなりに大きさがあるウミウシなので、ぜひ見つけてください。石の下の方にオレンジ色のウミウシがついています。これです。波が結構入ってきているので、ちょっと撮影しづらいです。枝ウミウシです。大きさは25ミリくらい、よく見る大きさの枝ウミウシです。例年だと年に1回か2回
見つかる程度のウミウシですが、今シーズンは、すでに3回見つけているので、当たり年なのかな？体の側面についている、ふさふさしたやつは、青白い光を放っているらしいです。いつか、持ち帰って、光っているところを、見てみたいと思っています。風が、さらに強くなってきたので、今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、6種類でした。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。